はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、海、航海をイメージした KBR ボヤージュ SR8。それと、超小型のポータブル USB ダック、ルーマ TC06 です。青い模様がキラキラしてて、まるで宝石箱を覗いてるみたいだね。こういう綺麗なデザインはテンションが上がっちゃうよ。愛も当然テンション上がってるよね。もちろんよ。価格は15,000円前後です。見た目だけでなく 1DD と 3BA を搭載した本格的なハイブリッド構成で、中域にデュアル BA、広域にシングル BA を配置して全帯域の解像度を高めてるよ。ドライバーの要になるダイナミック側には 8mm の液体シリコン振動板が使われています。従来の素材よりも軽量で反応が良く、低域の立ち上がりが鋭くなっているということです。液体シリコンは内部損失が高く、自分で自分をなだめるのがうまいってことで、無駄な振動をすぐ熱に変えて逃がしちゃうから、次の音を出す準備がすぐに整う。なるほど。タイトな低音の裏側には音が勝りにくい素材の努力があったなんて驚きです。だね。中域の BA31785 ユニットはボーカルに特化。温かみのある近接感を実現している。広域の BA30095 ユニットはシンバル系の響きとか細かい音を担当してるんだよね。おてんばな私でもこの繊細な音を聞いたら少しはおしとやかになれるかな。ないわ。筐体素材は 3T プリント製の樹脂で耳へのフィット感も計算されています。5N 無酸素銅に銀メッキを施した高品質なケーブルがバンドルされているのも嬉しいですね。でもこれ 3.5mm の設定しかないのはせっかくの高品質ケーブルなのにもったいないな。確かに惜しいところだ。最近は 4.4mm で聞く人も増えてるだろうから、購入時のオプションがあればさらに良かったね。さて、バンドルイヤーチップと普段から使用しているディバイナスベルベットも重ねてみました。3キロ超えたあたりからラインがばらけてきてる。音のキャラクターが決まるポイントだね。微妙な違いだけど、この波形を参考にして自分にぴったりの組み合わせを見つけられるといいね。はい、ここでポータブル USB ダック、ルーマ TC06 を見てみましょう。わずか 9.6g という軽さながらスマホに直差しして配列音源を楽しめます。ご覧の通りデバイス直結タイプでコンパクトなのが特徴です。価格は4000円台。優秀なチップが入ってるって本当？心臓部にはデジタル信号という機械の言葉を私たちが聞けるアナログの音に変換してくれる役割の KT02H20 というダックチップ。それと変換したばかりの音はまだ力が弱く、イヤホンをしっかり鳴らせないから OPA97220 という独立したアンプチップが音の鮮度を保ったまま力強く押し出してくれる。独立したアンプチップがあることで音に厚みや深みが生まれるんですね。しかも KT02H20 は省電力設計だから、アンプチップにパワーを回してもスマホのバッテリーをあまり食わない。熱を持ちにくい構造にもなっているから、長時間のリスニングでも安定して動作してくれるよ。なるほどね。役割を分担してるから小さくてもいい音が鳴らせるのか。アウトプットが2つあるけど、これってどっちに挿してもいいの？同時に両方挿さなければ大丈夫。3.5mm と 4.4mm の2つのアウトプット。4.4mm 側は内部的にはバランス接続じゃなくて、あくまでジャックの形状に対応しているだけなので、内部回路はシングルエンドと同じだね。とはいえ手持ちの 4.4mm のケーブルをそのまま挿せるだけでも利便性は高いと思います。低インピーダンスで高感度なボヤージュと組み合わせるときは音量の上げすぎに注意してください。専用チップが音を力強くしてくれる分、いつもより小さい音量設定でも十分に楽しめます。アンプチップは設計上 32Ω 負荷で最大 125mW 程度の出力を出せる能力を持っていると思われます。このパワーならスマホ直差しでは鳴らしにくいモデルでも余裕を持って駆動できるね。はい、今回のサウンドチェック、比較モデルはどうなりました？ボヤージュと同じ 1DD プラス 3BA 構成の G ガートオデッセイ2。価格はボヤージュの倍以上で4万円前後。そして少し前のモデルだけど評価の高かったトゥルースイヤーヘキサ。価格は今だと1万3000円前後。これでボヤージュの特徴がはっきりしそうだね。音調整の基準はボヤージュ。はい、ではサウンドチェックいきましょう。ボリューム上がります。
サウンドチェックでした。低域の違いはちょっと分かりづらかったかもしれません。ボヤージュの低域が見た目よりもしっかり出るからなんだろうね。波形で一番出ていたオデッセイ2の超低域が時折ズンとくる感じは伝わったかな。逆に中高域から高域にかけてはボヤージュの明るく繊細な出方がはっきり分かったね。はい、愛もそこは分かりました。オデッセイ2って超低域と中高域がしっかり出ていて、改めて聞いてみていいなーって思ったよ。そうね。でも価格がボヤージュの倍以上するからちょっと手が出しにくいのよね。それはそうだね。一方ヘキサは今聞いてもリファレンス的ななり方っていうのかな。味付けの少ない出音で飽きのこない感じだったね。だね。中高域を程よく出しているところなんかも良かったと思う。発売から3年ぐらい経つけど古さは感じないね。次は視聴環境を変えての印象の変化についてです。ボヤージュをバンドルケーブルと超小型タックルーマ TC06 をスマホにつないで聞いてみました。ノイズも特に感じないし、しっかりした音が出ていて不満は特になかったよ。スマホ近差しより全然いいし、そもそもイヤホンジャックがないスマホが多いからね。エントリークラスのダックとしては気軽に使えて結構いいんじゃないかな。しばらく聞いてみたけど普段使いなら十分かな。普段の視聴環境の FiiO K7 と KB や ST12 プラスの組み合わせでも聞いてみた。そうするとやっぱり明らかに音の広がり方が違うのが分かったんだ。ややまろやかになってふわっと広がるような感覚になりましたね。さっきまで直線的平面的に感じていたボヤージュが一気に立体感を持った印象です。リケーブルしてバランス接続になったことも大きな違いなんだろうね。広域の刺さる感じも減ってすごく聞きやすくなった気がする。今回は 2m の KB や ST12 プラスを使用したけど、通常の長さの ST12 や ST16 でもいいね。概要欄にリンクを貼っておくから気になる人はチェックしてみてほしいな。ボヤージュ実機の印象をまとめると、まず低域の力強さが意外でした。波形てみるより存在感があるんです。比較した3本の中で中域を一番抑えているから低域が聞こえやすくなってるんだね。両管のアタック感もしっかりしていて聞き応えがあるわ。さらに低域が欲しければ 70Hz 以下を少し漏れた重低音が足されていいかも。確かに低域は意外だったけど嬉しい誤算かな。中域はすっきりしていてオデッセイ2と比べると厚みの違いは感じるけど心地いいね。中高域から高域の波形を見た時はきつそうだなぁ、ちょっと苦手かなぁと思ってたけど聞いてみると印象が変わった。ボーカルはしっかり前に出るけど程よく思ったよりきつく感じないのはこの辺りの小さな谷の調整も効いてるんだろう。ですよね。ただヘキサのような出方と比べると聞き疲れは早めに来ると思うので4キロあたりを少し落とすと対策になりますね。10キロ以上にもピークがあるから中高域、高域の出方も含め感触系が好きな人にも刺さる音だね。中高域をしっかり出して音の隙間があまりない印象の割に空間が広く感じられるのもボヤージュの魅力。リケーブルしてバランス接続にすればさらにその良さが引き立つはずだよ。見た目の美しさに加えて15,000円前後の価格帯でこれだけなれば十分じゃないかなと思いました。広域きついのが苦手な人にはあまりおすすめしない。低域のしっかり出る感触系が好きな人向け。ハイブリッドらしい改造感と深みのある低域を両立させたいいモデルだね。はい、ということで KB やボヤージュ SR8 とポータブル USB ダックルーマ TC06 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。